はい、皆さんこんばんは、あるいはこんにちは。うさふと申します。いきなりちょっと違う話でね、恐縮なんですけれども、先日ね、ガガさんの DC10、アソシの DC10 か、の動画見てまして、ガガさんがね、大変驚かれてましたけども、僕もね、ガガさんももしかしたらそのことが頭の隅にあったのかちょっとわからないですけど、昔ね、アソシの創業者の人たちって、なんか、日本のことあんまりよく思ってないようなことを聞いてたんで、ちょっとね、ボディも日本車だし、日本発祥のドリフトですね、ドリフト文化。ドリフトってだって、もともと英語では漂流するっていうぐらいの意味しかなくて、まあ、他でもちょっと語られてるんで、もう皆さん聞き飽きたかもしれないですけど、で、まあ、そういう文化自社モデルに、ドリフト車をラインナップして、しかもそのボディが日本車のボディってのはちょっとなんか時代が変わったなーって感じがいたしました。余計な話しましたね。それでは質問コーナー第2回最初の、方ですね。ひろしさん。いつもお世話になっております。前回もありがとうございました。ひろしさんのご質問、そういえば当時の読者の知らないマーク18って 4WD って話だった気がしますが、どんな車だったのでしょうか。そして20、21、22とは一体ちょっと嫌な嫌な感じのところ疲れますね。気になります。わら。ということでですね。これマーク18、確かにこれは市場にも出てません。どういう車だったかっていうと、早い話はですね、マーク 14WD っていう四駆のホーネットがありました。あれのリア周りがね、ホットショットの足回りだったんですけれども、その後、オプティマ系のフロントアームでリア周りも構成してます。マーク17っていうのがね、前後とも、オプティマ系のフロントアームを使った構成になっていましたけれども、部品同じ構成で前も後ろもオプティマのフロントサスアームを使って、作りました車が、マーク18ということです。でギアがですね、最終段、ポリアセタールのね丸い侍の標準のデフギアがねあまりによく壊れるもんで、そこにね規格が同じ、強小のアルティマの最終段のデフギアを組み込みました。そういった車ですね。そういった車です。マーク18。はい、次ですね。20。これ何かって言いますと、一部やっぱこれもご記憶の方はいらっしゃると思うんですけども、グラスホッパー2をベースにね、4読作ったんですけれども、あれは2と0で切ってあるんですね。言葉遊びですけども。で、これが20です。で、21、22っていうのはですね、これ必ずしもね、番号をホーネットとかグラスホッパーだけに振ってたわけじゃないんで、この21っていうのは何かっていうと、全日本のね、地区予選に使ったね、FF の車ですね。京商さんの、ポリカノパジェロボディを乗せた、リアがセミトレ足で、フロントミッドシップのね、FF、全然走んなかったんですけどでそれが21です。で、22っていうのはね、何かっていうと、皆さんご存知のやつですね。ポップロッドです。あれが22です。はい。ずいぶん前のことでね、記録も残してないんでねもし違ってたらね、ご指摘、ください自分、お前のことやってるっていうことでですね、ひろしさんありがとうございました。はい、次、ヤンマ東京さん、ヤンマさんですね。ありがとうございます。スーパーマシーンのね、丸神さんですね。はい、ありがとうございます。その説はお世話になりました。オイラが質問してもいいかな。大丈夫ですよ。はい。
最初にスパマでブービーバニーが紹介された。これは懐かしいです。これは懐かしいですね。これ85年の多分早春だと思うんですけど、最初にスパマでブービーバニーが紹介された際、今野氏ですね、今野さんのマシンと並べられた時の感想を伺いたいです。はあ、これですね。他にもやってる人がいたんだっていう気持ちもありましたけど、まずちょっとじゃあここに映ってる車のあら解説をしますかね。僕の側左側ですね。これはマーク2っていう車になります。マーク1っていうのはね、84年の9月にチャンピオン金沢さんのオフロードレースで使った、最初の4読グラスホッパーです。XR311 っていうねコンバットバギーですね。コンバットバギーのサスユニットをリア周りに持ちます最初の、4読グラスホッパー、西山にも持ってったんですけども、アップライト周りがすぐ砕けちゃって走行不能になってしまったちょっと苦い思い出もあります。でサスアーム周りがねちょっと ABS でできてる XR311 の足回りじゃダメだっていうことでですねサスアーム周りこれどうしようかすごく悩んで、結局自分で作ることにしたんですよ。で皆さんご存知の素材ですね。カイダックっていう素材があります。塩化ビニールですね。塩化ビニール板ですね。バンパー素材なんかとして使われてます、ラジコンカーでは。あと最近話題の再販されますドッグファイターのねメインシャーシーがカイダックでできてました。もっと古い話をすると京商さんのなんだっけあれマッハスポーツかな、なんか辺もカイダックでできてた車あったぞ。違ってたらまたご指摘お願いします。はい、でその開拓版ってのがね、これが丈夫な割に加工性がすごく良くて、カッターでね結構簡単に加工ができますので丈夫だし加工性もいいし、でこれをサスアームに使おうっていうことをね思いついたんです。その加工法っていうのが折り紙なんですよ。折り紙熱可塑性樹脂っていうじゃないですか。快諾板もそうで熱をかけるとね意外に低い温度で柔らかくなるんで、ガスコンロにかざして曲げることができたんですね。でこちらの車のリアアームもそうなんですけども後ろのサスアームを折り紙の要領でですね展開図をまずサスアームの展開図を作りまして、サスアームとあとサスペンションを受けてる部分ですね、車体側に取り付く部分と、型紙を作って、でそれをその通りにハサミで切れるんです。2ミリの快諾板はハサミで切れるんで、ハサミで切ってそれをコンロにかけてチャンネル状に成形して、でそこにドリルじゃなくて霧で穴を開けて穴をちょっとずつ広げていってねガタのないところで止まるようにしてピアノ線で止めてました。そういうサスアームですこれで。ナックル側が結局平面じゃできないから、それどうしてたかっていうと、使い古しのホーネットグラスホッパー系のフロントタイヤ、正確に言うとフロントホイールですね。フロントホイールの中のハブの部分がベアリングを支持できるようになってるじゃないですか。ダブルベアリングで支持してますよね。あれを使ったんですよ。であれをアップライトにねじ止めして穴開けしてねそこにカポッとはまるように成形してねじ止めしてました。2ピースなんだけどねこれ今でも自作の小技で使えるかもわかんないですね。ホイール使ってアップライトとか作れるかもわかんない、形状によっては。はい余計な話しました。そんな感じでね子供ながらにすごい工夫して作ったわけですよ。これフロントサスもダブルシボンなのかな、これどうやって作ったかちょっと覚えてないんですけど、 C ハブをもしかしたら
快ダックで作ったのかもわからない。もう忘却の彼方ですね、この辺は。でフロントのタワーもおそらくこれは快ダック版で作ってますね。この頃FRP の細工がまだね十分にできなかったんで、複雑な形状のものは抜けないんで、金の子だと。今野氏のねマシンのね洗練され具合ね、当時見た時もね思いましたけれども、これはね絶対ねこの子供の力だけではね無理だなと思いました。対して僕のは子供力 100% で、この対比がねちょっとやっぱりどういうか洗練された今野さんの車と自分のはちょっとやっぱりね相当荒削りなんで見劣りはするかなと思いましたね。そんな感じでよろしいでしょうか。山上さんありがとうございました。名前言っちゃった。いいですよね。みんなわかってるよね。はい。えということです。次ですね。チーム肉ヘタレリーダー今たんさん。はい、ありがとうございます。スポンジタイヤ仕様のブービーバニーについて何かエピソードとかあったらお願いします。それと大富豪が現れてお金は出すからブービーバニーシリーズでどれでも好きなのを作りなはれって言われたら何を作りますか。はい、まず一つ目なんですけども、スポンジタイヤ仕様ですね。やっぱり一番印象残ってるのは、マーク 17C ですかね。あれは、二輪駆動でね、極端にちょっと軽量化した車で、スポンジタイヤもあって、オンロードで走らせるの楽しい車でした。バギーオンロードで走らせて面白いのかって思われるかもわかんないですけど、面白いです。はい。私は面白かったです。であと、四駆のね、マーク14も、スポンジタイヤ履いたらね、これはまたね、ほんとすごい面白かったですね。面白い。ちょっと、すいません、語彙力なくて申し訳ないんですけど、本当面白いしか、言葉が出てこないくらい面白かったですね。思い通りにやっぱ車が走るっていうのはすごい気持ちのいいことで、本当に2台とも自分が思ってるよりもよく走ってくれたんで、大変印象に残っております。いいのかなエピソードそれで。あと、大富豪が現れてお金が出すから、どれでも好きなの作りなはれ。これはちょっと難しい問題ですね。どれだろう。やっぱちょっと四駆はやっぱり作ってみたいかな。もう一回。ただね、ラダーチェーンで駆動しているものを作るか、それとも、ラダーチェーンだね。他に何もないかな。確かに。ちょっと四駆は、シャフトで、なんだっけ、DF03 ベースでね、作ったホーネットの四駆もあるんですけれども、あれも、非常に面白かったんだけど、邪道といえば邪道なんで、DF03 そのものなんでね、あれは。独力でね、いろいろと考えながら作った四駆をもう一回ちょっとやってみたいかなって気はします。はい、以上でございます。次、ジンアットマークチーム特社ニカさん。キャタピラ楽しいんだけど、やってる人少なくてしょぼん。これご質問じゃないですね。キャタピラね、と聞きますとね、頭に浮かぶのが、どなたかね、ブリザードなんか超速仕様に改造した人がいまして、あれ、ガガさんかどっかで見たんだけど、アヒルガガさんでやった時だっけな。そういう方もいらっしゃいますね。あと、私の友達で、ドリキン児玉さんっていう方が、レーシング戦車っていうね、74式かな。どっちか忘れちゃいましたけど、戦車にウイングついてましたから。キャタピラやってる方はね、少ないかもしれませんけれどもね、結構濃い方が、いますんで、ぜひ横でつながっていただけるとね、楽しいんじゃないかと思います。はい、以上でございます。
はい、次ですね。マカディさん。前回に続きありがとうございます。マカディさんからのご質問。重点的にカスタムをした方が良いとかありますか？重点的にカスタムをした方が良いとかありますか？これはね、一回車を組んで走らせてみて、その時自分が最も不満に思った箇所から手を入れていかれたらどうかなと思うんですけど、どうでしょうか。例えばモーターなり変えるじゃないですか。スピードを上げたいと思って変えると、今度はね、足回りに不満が出てきたりとか、タイヤに不満が出てきたりとか、次々とね、自分が手を入れていきたいなと思う場所が増えていくと思うんですよ。で、順序立ててね、やっていかれたらいいんじゃないですかね。これ個人的な意見なんですけれども、一気にあらゆる場所にね、手を入れてしまうと、やり尽くしちゃって、もうそこで飽きちゃうような気がするんですよね。ちょっともったいないと思います。遊びながらちょっとずつ手を入れていかれると長く楽しまれるような気がします。はい、マカディさん、どうぞカスタム楽しまれてください。よろしいでしょうか。はい、お次、イバケンさん。ラジコンを作るのに1台だいたい何円ぐらいしますか？これはね、ピンキリですね。数千円で収まる場合もあります。自分でメカ持ってて、2代目、3代目っていう場合に、車買い足しの時に安い車だったら、何千円かでね、後のものを全部持ってるんで。あと、贅沢するとね、キリがないんで、何でもそうですけど、上を見ればキリないですね。何十万かけてもね、完成しないものとかもありますんで、ですね。競技用とかだとね、本当に、実車買えるぐらいかかってる人も中にはいるかもしれませんね。そんな感じでよろしいでしょうか。これはね、ちょっと、1台いくらっていうのは、幅がありすぎてちょっと答えられません。はい。そういう感じです。はい、お次は、ジーブ兄さん。はい、リアルでもね、お会いしたことあるんですけど、マイティフロッグね、楽しんでいらっしゃるみたいで、まだちょっとね、一緒にラジコンとかしたことないですけどね、いずれチャンスがありましたらよろしくお願いします。で、ご質問です。プロポのおすすめとかありますか？プロポのおすすめとかありますか？知り合いに聞いたら3は M17 か M12 って言われたんですが、レース出るわけでもないので考えてます。プロポのおすすめですか。そうですね。僕もお友達にこれはいいよって言われたやつを使ってます。で、あと3話に友達がいるんで、そうですね、3話のプロポをおすすめ、これ人間としてちょっとおすすめしますけども、双葉のねメカとかもね非常に、KO さんとかも、どれでもいいんじゃないかな。そんなこと言っちゃいけないか。3話を押しておきます。3話でM17 ですかね。今現行機種ですね、間違いはないと思います。あともう好みだと思いますよ。エッジの部分で競技してる人だったら違いがそれぞれ分かるのかも分かんないけど、普段ね公園とか空き地でねラジコンするのにどこのやつがレスポンスがいいからとかっていうのはあんまり意味がない気がする、私は。はい。なので好きなメーカーのちょっと気に入った形のやつを買ってみられてはよろしいんではないでしょうか。はい、以上でございます。はい、次はビバンダムさん。ビバンダムさん、4読ホーネットね、やっぱり作られる方ですごい綺麗にね作られて、で速いマシン、GFCC だとかタミヤグランプリでね好成績を上げておられます。そのビバンダムさんからの質問、
これまで数多くの作品を制作されてきた中で、特に記憶に残るマシンがありましたら、お話を伺いたいです。これね、やっぱりね、どうしてもね、まず真っ先に思い浮かぶの四駆なんですけども、他の方のご質問でもうすでにね、答えさせていただいてますので、次はマーク17かな。マーク17。その四駆のね、マーク14で、京商さんのね、足回りをね、使うようになったんですけれども、それを二輪駆動の方にも適用した車になります。で、それまでね、二輪駆動は広坊さんのね、足回りで作ってたんですけれども、京商さんの車がね、店頭でもね、部品が簡単に手に入るようになったんで、部品調達とね、信頼性の面からね、二輪駆動車にも採用したっていうのが成り立ちなんですけれども、軽量ミッドシップのね RWD っていうねキーワードが私大好きでして、それに沿った車になってます。準競技用でちょっと自分のやりたいことを全部盛りした状態のね車を作りました。で非常に軽量に仕上げてて、でそれまでナチュラルグラスのね割と肉抜きの少ない、部品を使って、4読ホーネットを作るケースが多かったんですが、もう無茶なぐらいね肉抜いて、なんでそんなことできるようになったかっていうとカーボンですね。当時、DD カーボンっていう材料がね手に入るようになってたんで、それを使ってちょっと1台でっち上げてみたくなって、カーボン板をところどころ使ったマシンを作ってます。ランク1のねボディ使った、見た目はねもうホーネットじゃないですね、すでに。シャーシー周りは17C っていうねシャーシーなんですけども、すっごいレイダウンしてショックがついてる、車でして、オフロードねまず走ることを想定してないんです。オンロードをかっ飛ばすのをメインに考えて車を作ってます。でこれね3人で、関東の方に遠征したことがあるんですよ。その頃年末に、京商さんが NS ビルで、開催したオフロードレースに出場してみたんですけども、地元ではねオンロードっていうともうスポンジタイヤ一択だったんで、もうスポンジタイヤしか持っていかなかったらあらびっくりで全然タイヤがグリップしないようなスポンジタイヤじゃグリップしないような路面で、もう散々な目にあって3人とも帰ってきました。ちょっと痛い思い出がね残ってます。それの直径で17っていう車を今ビバンダムさんも作られてます。シンプルで、信頼性が高くて、部品調達が容易で運用しやすいことですね目指して作りました。GFCC に出られるのかな、それで。ビバンダムさんだったらね上手に料理して使っていただけると思いますんで、ぜひGFCC の方期待しておりますので頑張ってください。ちょっと話がねずれちゃいました。雑誌の方にもね各部をね作りやすい形で、アレンジしたものを、雑誌に掲載していただいたんですけど、これちょっと手元にその時の記事がねあるんですけど、今見るとね結構ね無理やりですね。四駆のフロントアップライトに、二輪駆動のベアリング付きのホイールがついてたりとかね、なかなかちょっとなんでこうなったっていうね状態がね、散見されるんですけど、若かりし日の過ちじゃないですけど、ちょっと甘酸っぱいものを感じさせる車ですね。17以外にね、印象に残っておりますのが、しばらくその中断期間を経まして、しばらくそのバギーから遠ざかってて、で、4読グラスホッパーが懐かしくなっちゃって、でオークションでね、グラスホッパーを手に入れて、クソ高いグラスホッパーですけど、
オプションで手に入れて、ボディなんかもね1万円で買ったりとかして、4ドクグラスホッパーを1台で打ち上げたベルトドライブのねプロジェクト G っていう、ホームページ上でやっていた企画の車なんですけれども、それも印象に残っています。これベルトドライブでねモーターが逆転したりとかね、ちょっとエキセントリックな作りなんですけれども、当時手に入る部品で4ドクグラスホッパー作るとねそんな感じのね構成にならざるを得なかったっていうのは偽らざるところで、足回りなんかもね TB エボリューションの最初の型の、サスアーム使ったりとかね結構苦労がにじむ作りになってます、今見るとね。でポリカ大工ね始めたのも、その車を作りたかったからで、その頃サスマウントとかねもう適当なのがね何もなかったんで、一から作ってます。ポリカの8ミリ材から切り出してて、で頑丈だったもんで今でもねそのままの形で残ってます。はい。それが今に至るまで、その4ドクホーネット4ドクグラスホッパーのその平成版のねシリーズのルーツになった車です。はい。ということですね。途中一旦途切れてますけれども、未だに続いてます。ということで、いかがでしょうか。以上です。はい、お次、最後ですね、山中さんですね。いろいろなメーカーのパーツを組み合わせていましたが、これはここに使えるとかどうやって調べたのでしょうか。気になったパーツを片っ端から買っていったのでしょうか。いやー、これはね、他の人が持ってる車を観察させてもらう感じですね。なんか目新しい車をね、買った友達がいたら、その部品の規格を確かめると。あとは、そうですね、店頭で、買うわけじゃないけど、ちょっと手に取って見てみるとか、そういうんで観察ですね、普段から。結構ね、空振りもあるんですよ。買ってみたら、違ってたとか空振りもあります。痛い思いも、していますね。ええ。でも、それがまた違う機会にね、役に立ったりとかして、積み重ねですね。いじり始めたらね、もう、ね、どんどん蓄積されていきますから、だんだん、系統が分かってきて、このメーカーの、この機種はこういう系統の、寸法で作られているとか、メーカーの車種ごとに大体の規格の共通性っていうのが見えてくるので、そういった蓄積です。はい。あとはやっぱりそうですね。実際やっぱり、いじってみないとわからないんで、とにかく人のでも自分のはもちろんですけど、人のでもいじらせてもらうと。うん。怒られるようないじり方はダメですけど、大概快く見せてくれるんで、で、ちょっとそういった時に寸法を取らせてもらったりとか、そういう感じです。はい。ありがとうございました。今日もね、濃い質問がたくさん来ましてですね、ちょっとたじろぎながら、ちょっと尻込みしながらですね、答えさせていただきました。また質問募集いたしますので、もしよろしければお付き合いくださいませ。それでは今日もありがとうございました。失礼いたします。